海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は 3JS で実際に手を動かして物理演算を組み立てる回です。これ今日作るやつ、タワーが箱の山になって崩れてる。はい。実際にブラウザで動かして撮った画面です。使ったライブラリはたった2つ。動かしているコードは実測111行です。物理の計算ってなんか難しい数式をいっぱい書くイメージがあるんだけど、今日はその数式部分を全部専用のライブラリに任せます。私たちが書くのは物を置く、投げるという指示だけです。これマジ？全部見せて。このページ何からできてるの？2つのライブラリの組み合わせです。見た目を描く 3JS。これまでの回でも使ってきましたね。そして今日新しく使う物理演算を計算する専用ライブラリ、キャノン S です。物理演算って言葉、実はふわっとしか分かってないかも。物理演算は重力で物が落ちる、物同士がぶつかって跳ね返るという現実の物理法則の計算をコンピュータが代わりにやってくれる仕組みのことです。今日はその力を丸ごと借ります。2つのライブラリ、どっちも自分のパソコンにインストールしないといけないの？いいえ、今日はインポート Mac という仕組みを使って CDN、つまりネット上に置かれた配布場所から直接読み込みます。インストール作業は一切なし、このままコピペするだけで動きます。パソコンに何も入れなくていいの？それは嬉しいね。はい。HTML ファイル1枚に読み込み先の URL を書いておくだけです。3JS と Canon S のバージョンさえ揃えておけば、ブラウザで開いた瞬間に両方が読み込まれます。もしコピペしても画面が真っ白だったら、どこを疑えばいい？まずはブラウザの開発者ツールのコンソールを見てください。バージョンの組み合わせがずれていたり、URL が間違っていたりすると、大抵そこにエラーが出ます。今日のコードは実際にコンソールを確認して、エラーも警告も出ないことを一つずつ確かめてあります。そもそも 3JS だけじゃダメなの？今までの回でも箱と塊とか描けてたよね。描けます。でも 3JS は見た目を描く担当で、物の位置をマイフレーム自分で計算して動かす必要があります。重力で落ちる、跳ね返る、ぶつかって転がる、これを全部自分で数式にするのはかなり大変です。試しに自分で書こうとしたら何が大変になりそう？例えば、玉がもう1個増えるだけで、2つの玉がぶつかったかどうかの判定も自分で書く必要が出てきます。箱10個のタワーになったら、その組み合わせの数だけ判定が増えていきます。そこをキャノン S が肩代わりしてくれるんだ。そうです。キャノン S は世界のルール担当です。重力、衝突、反発係数、跳ね返りの強さを決める数値です。を計算して、物の位置と回転を教えてくれます。3JS 側は、その位置をそのまま見た目に反映するだけで済みます。2つのライブラリが担当をきっちり分け合ってるってことね。そうです。見た目の計算と、物理法則の計算を別々のライブラリに分けているからこそ、それぞれが得意なことに集中できます。この2つ、マイフレームどうやって情報をやり取りしてるの？マイフレームの基本は一方通行です。キャノン S が位置と回転を計算し、その結果を 3JS 側のメッシュにコピーする。ここで 3JS 側から計算結果を書き戻すことはありません。ただし今日の後半では、クリックした瞬間のカメラの位置と向きだけ、3JS 側からキャノン S に渡す場面も出てきます。今日はこの流れを実際のコードで確認していきます。本当に落ちて跳ねてる玉の位置、何が動かしてるの？実はたった4つの手順です。実測58行の一番小さいページで見てみます。1キャノン S で世界、ワールドを1つ作る。2球と床のボディ、物理演算側の分身です。を追加する。3マイフレームワールド、ステップを読んで、物理演算を1コマ進める。4計算された結果を 3JS のメッシュにコピーする。この4つだけで、重力もバウンドも動きます。さっきの分身ってことは合体のことだよね。そうです。合体は物理演算の世界で、形が変わらない硬い物体として扱われるものの呼び方です。キャノン S のボディは、この合体を表しています。見た目の玉は 3JS のメッシュ。物理演算の玉はキャノン S のボディ。この2つが同じ位置を指すようにマイフレーム座標をコピーしています。ワールド、ステップ、1、60、ギーキー、3のこの3つの数字、それぞれ何を指定してるの？1番目は1コマあたり何秒進めるかの基準値、60分の1秒です。2番目のドゥは、実際に前のフレームからどれだけ時間が経ったかという実測値です。3番目は、その差を埋めるために計算を何回まで分けて追いつけるか、という上限の回数です。パソコンの動きが一瞬遅れても、この上限までなら物理の速さがずれません。反発係数を変えたらどうなるの？数値を上げるほどよく弾んで、下げるほど跳ね返らずにすぐ床で止まります。
今日はワールド全体の反発係数を 0.7 に設定していて、そこそこ弾む跳ね返りにしています。マスの数字は何を決めてるの？質量は物の動かしにくさを表す数値です。重さのイメージに近いですが、後で出てくる衝突の時に相手をどれだけ押しのけるかにも関わります。今日の球はマス1に設定しています。たった4つの手順を自分の手で書いて、本当に重力とバウンドが動くところまで確かめてから届ける。これがこのチャンネルの基本です。この続きが気になった人は登録しておいてほしいのだ。次にまた別のライブラリを実機で試すよ。1個の次はタワーだ。はい、ここからは箱を10個、2列5段に積み上げます。仕組み発給の時と同じで、箱1個ごとにキャノン S のボディを1つ用意して、3JS のメッシュと1対1で対応させています。実測72行です。10個も手で1つずつ書いたの？いいえ、フォーループで自動的に10個分のボディとメッシュを生成しています。段の番号と列の番号から座標を計算しているので、段数を増やせばタワーはもっと高くなります。ループ1つで10個分の物理演算が動くの、便利すぎない？はい。段数を5から10に増やしたければ、ループの条件を1つ書き換えるだけです。積み上げる段数がいくつでも、コードの量は増えません。このタワー、放っておいたら勝手に崩れたりしないの？しません。各箱の質量と床、箱同士の接触関係をキャノン S が計算して静止した状態を保ってくれます。ただし今回はスリープという仕組みも入れていて、揺れが収まった膨体は計算そのものを止めて軽くしています。計算を止めちゃって大丈夫なの？大丈夫です。スリープしている膨体は外から新しい力、例えば今日投げるボールがぶつかると、そこでまた自動的に目を覚まして計算を再開します。静止している間だけ休ませるという仕組みです。どのくらい静かになったら眠るの？今日はスリープスピードリミット 0.15、スリープタイムリミット 0.3 秒という設定にしています。動く速さが 0.15 を下回った状態が 0.3 秒続いたら、その箱は眠るという意味です。箱の数が増えるほど、この仕組みが計算の負担を減らしてくれます。いよいよ崩す。クリックした場所に向かってボールを投げます。使っているのがレイキャスト。画面上のクリック位置から 3D 空間の奥に向かって伸びる線を計算する処理です。レイキャストで方向が分かったら、あとはその方向にスロースピードをかけた速度を、投げるボールのベロシティ、速度ですに設定するだけです。あとはキャノン S が重力と衝突を計算して、ボールがタワーにぶつかって崩れていきます。ボールのマスはタワーの箱と同じ数字にしてるの？いいえ、ボールはマスに、箱は1個ずつマス1です。ボールの方を重くしているので、ぶつかった時に箱を押しのける力が強くなります。実際にマスを1まで下げて試したら、タワーは最終的に崩れましたが、最初の一撃の勢いはかなり弱くなりました。数字1つ変えるだけで、崩れ方の勢いまで変わるんだ。ボールが飛んでくる出発点、どこに置いてるの？カメラの位置そのものを出発点にしています。クリックした瞬間のカメラの座標から、レイキャストで求めた方向へ、設定値20の速さで飛ばしています。プレイヤーが覗いている場所から、そのままボールが飛んでいく形です。うわ、本当にバラバラになってる。箱一個一個の転がり方まで違う。はい、衝突した箱がまた別の箱にぶつかって、それぞれ違う勢いと回転で転がっていきます。この崩れ方そのものは、私たちは1行も書いていません。全部キャノン S の計算です。床に落ちた影も、なんか自然に見えるね。それは 3JS 側のシャドウマップという機能です。レンダラーで影を有効にして、光源、箱、ボールお影を作る側、床と箱お影を受け取る側に設定しただけで、あとは箱の位置に合わせて影の形まで自動で計算してくれます。そういえば、このチャンネルでは 3JS で自分のシェーダーを描いて、GLSL で波打つ、光る表面を作った回もあるんだよね。今日の物理と組み合わせたら、もっと面白くなりそうだと思う。概要欄にリンクを置いておくね。まとめると、今日はキャノン S という物理演算ライブラリを 3JS と組み合わせて、弾を落として実測58行、タワーを積んで72行、クリックで崩す完成型まで実測111行で組み立てました。次に自分で試すなら何がいい？例えば重力を変えてみるのがおすすめです。ワールドのグラビティの数値を月の重力くらいまで小さくすると、同じタワーでもふわっと崩れます。反発係数を1に近づければ、ボールが何度も高く弾み続けるようにもできます。もっと大きい建物とか、本格的な物理を求めたらどうするの？今日使ったキャノン S は、プレーンな JavaScript だけで動く、学習向きのライブラリです。もっと大規模な物理演算が必要になったら、ラストで書かれて WebAssembly で動くレイピアーという物理エンジンも選択肢に上がります。今日は速度の比較検証はしていませんが、まずは仕組みを丸ごと理解できるキャノン S から始めました。今日の3段階のページ、また見返すことってできる？はい。
今日のページは HTML ファイル1枚ずつで完結しています。動画で見せた手順とコードをなぞれば同じものが組めますし、書き換えるのはワールドのグラビティやレスティチューション、マスの数字だけなので、まずは数字いじりから試すのがおすすめです。段数を5段からもっと増やしたら、崩れ方も変わりそうだね。変わると思います。段数を増やすほど、上の方の箱が落ちてくるまでの距離が伸びるので、衝突の勢いも変わってきます。数字を一つ変えるだけで結果が変わる。というのは今日の玉の時と同じ感覚です。今日はライブラリ2つ、実測111行で、物を落として、積んで、クリックで崩すところまで作りました。自分ならまず何を物理で作ってみたいか、コメントで教えてね。また次も、実際に手を動かして確かめた内容を届けるね。みな、と。ミント、でした。バイバイ。